はい、皆さんこんにちは。かんきちスタジオの北原かんきちです。今日はね、また続きになるんですけども、森正弘先生の応用仏教のですね、第5回をね、お送りしていきたいと思っております。タイトルなんですけども、今日はですね、仏性と、六波羅蜜というところでですね、具体的なね、この仏教の境地に至るためのですね、方法論、あるいはね、修行法の部分をね、ちょっとね、お話ししていきたいと思っております。ですね、これもね、森正弘先生もよくね、おっしゃっているんですけども、実は仏教の世界というのは、知識とか言葉でね、理解してもね、実はね、何の意味もないっていうね、部分があるんですね。何の意味もないっていうと極端な言い方にもなってしまうんですけども、ただね、そういうただ知るとか、ただ言葉上でね、理解するっていう仏教のですね、理解の仕方を非常に嫌うんですね。で、じゃあどうすればいいかっていうと、要するに体で得得するっていうことが、大切であり、むしろそれ以外は本当の意味ではもう何の価値もない例えるとね、例えば自転車に、乗るっていうのがありますよね。で、自転車の知識を知ったり、自転車の力学的な構造とかね、あるいはどうして倒れないのかって、そういったもののね、原理原則をたとえ知っていても、自転車を乗れなければ本当の意味で自転車は活用できませんよね。つまり自転車に乗って自由に走れて、それで初めて自転車というものが分かるというか、得得するっていうことになるわけですよね。で、そういうふうな自転車の例えを考えてみると、実は必ずしも自転車のその力学的な構造とかね、理論とかね、そういったものを知らなくたって別に誰でも乗れますよね。むしろそんな理屈理論を知らない人の方が多いしでも普通に乗れてる。実はこういうふうに自転車に乗れちゃうっていうことの方がね、大事なんですよね。別の例え使えば、例えばこのスポーツなんかね、例えば野球なんかありますよね。例えばピッチャーが投げたボールを打つ。これも物理的な力学ではもちろんね説明できますよね。重さが例えば何グラムのボールがね、速度がね、加速度がどのくらいで来て、エネルギーがこうだからそれを打つとこうで、そこでこういう仕事が生まれるみたいなことはですね、もちろん物理的に計算できますけど、そういうのを計算したところで本当の意味で野球ができるとかね、バッティングできるっていうのは、いわゆるバットで打てなければ意味がないわけですよね。つまりその知ってるとやれるってことは全く別のことで、仏教はまさにね、これが大事なんです。知っていても全く何も意味がないとは言いませんけども、大事なのはさっき言った自転車を乗りこなすように仏教を乗りこなすことが本質なんですね。それはね、極めて身体性の問題になってきます。なので実はその仏教のね、悟りの世界においては、この仏教の部の字の知らなくてもね、全く仏教やその内容、思想的なもの、哲学的なものを全く知らなくても悟っている人っているんですよ。っていうか、むしろそっちの方がいると思います。例えば小さい子供とか赤ちゃんとかは実は仏教的には悟ってる。一言で言えば一つだから全てつながってるって感覚を味わっているからなんですね。この感覚は前回までのねお話でしたんですけども、仏教的な部分のね、いわゆる悟りとかそういった意味ってのは、後にも後でね詳しくお話ししますけども、全部が一つとつながっているっていうことを味わっているという体験になるんですね。逆に例えばその仏教学者としてね、いろんな知識、もう2500年のね、もう仏教のありとあらゆる知識とか歴史とかね、膨大な数のお経を例えば暗記してたりとかね、そういう知識はものすごく知ってるんだけども、そういうさっき自転車を乗りこなすっていう意味と同じように、仏教を本当の意味で乗りこなせていなかったら、実は仏教は何も分かっていないっていうふうに考えるんです。それぐらい仏教で厳しい世界なんですよね。持っててしまうとそんな余計な知識はいらないとなのでね、なんか今こういう知識みたいなことをねお話ししてるのでね、なんか逆説的ですけどもね、ただ仏教はそういうね、すごく身体性をとっても大切にする世界だということをね、ちょっとまずね、知っておいていただきたいんですね。私のこのチャンネルでお伝えしてるね、武術とか気功も全く一緒ですね。どんなに武術的なね知識とかね、空手はこうするね、柔道はこうするね、合気道はこうするね、知ってたとしても自分がその技をね効率的に出せなかったら何の意味もないのでね、そんな風にねちょっとまずは考えていただきたいんですよね。さあそこでですね、その身体性の話からいくんですけども、ちょっとこのタイトルになってね、仏性というところをねまずは紐解いていきたいと思っております。仏性と
というと、読んで字のごとくね、仏の性質とか仏の差がなんて書くので、なんとなくねイメージできるかと思うんですけども、要するに人をね慈しむ気持ちとか、社会とかね誰かにね、慈愛の気持ちを持つとかね、あるいは仏の道を行くようになんていうんですかね、この世界にねなんていうのかな、この自然の摂理に沿った生き方みたいなね、そういうイメージをね多分お持ちの風になるかなと思うんですよね。そういったいうイメージを持っていただいて全然構わないんですけども、大切なのはですね、このね仏性というある種のなんていうのかな、かけがえのない気持ちといいますか、慈悲に満ちた気持ち、これはねどんな人でも持っているっていうのはね、まずね基本的なこの仏教の世界の考え方、捉え方なんですね。例えばね、一見悪い人ね犯罪者とかねそういう人もいるかもしれません。でも仏教の世界ではですね、全てにおいてもうどんな人もこの仏性を持っている。ただそれに本人が気づいているか気づいていないかに過ぎないっていう言い方をするんです。でこれの言い方をね、一切衆生質仏性っていう言葉があるんですね。これはもうこの世のありとあらゆる全ての存在は仏性が備わっているよっていう言い方をします。そう考えると、例えば極端な話、人間だけじゃないんですね。例えば犬とか猫とかね、象さんとかね、そういった動物、あるいは虫とか植物も含めた、そういった生きとし生けるものも全て仏性、つまり慈愛に満ちた、あるいは何か、ね、他者をこうね大切にするとかね、そういう気持ちは必ず全部持っている。もうさらに深めていってしまうと、こういった物質的なものね、これもボールペンですけどもねこういったですね物質的なもの、これ机とか洋服とかね、なんかこう物質的なものも全部仏性を持っているっていうのはね、このね一切衆生質仏性っていう言葉が表すんですね。さあこれを聞いて皆さんどう思いますかね。なんか全てのものは持っている、それはそんな考えは確かに素晴らしいかもしれないけど、でも別に物質なんか気持ちというかね感情なんかないじゃないかとかね、動物は例えば犬とかねある程度ねこう知性のあるものあるかもしれないけど、じゃあ虫があるのとかねそんな風に思ってしまいますよね。なんですが実はこの仏教のね理論を紐解いていくとですね、そういう答えにならざるを得ない、ある種の科学的なこうロジカルな答えがね出てくるんですよね。さあそこでですね、ちょっとその仏性が全てのね存在が持っているっていうことを紐解くにはですね、これまでのね第4回までのねお話が非常に役立ってくるんですね。で第4回でですね、縁起というねお話をちょっとしたんですけども、ちょっとまだね第4回見てない方は是非ね先にそれを見ていただくと大変嬉しいんですけどもね、この縁起という考え方は一言で言えば全ては全てとつながっているっていう考え方。自分の存在も自分の考え方、自分の行動もね、全てはあらゆるこの森羅万象に存在するものとつながってしまっているっていうことになるんですね。例えるなら今ね私がねこうやってね話してますよね。でもこの今話してるこの話そうとしてる内容とかね、あるいは行動、実はこれは本当に自分が今この瞬間決めてるのかっていうとですね、実は非常に難しいところなんですよ。例えばこのねお話ししているね前の瞬間にね、あるいはね1時間前にね何か別の自分に対するね、出来事があったとしたら、こういうふうに話してないかもしれない。例えばね私は1時間前にね誰かとちょっとね喧嘩になってたとかねあるいは何か落とし物をしてそれどうしようって心配してる状態とかね、もしそういうことがあったとしたら今こんなふうに話してないで別の話し方をしているかもしれない。極端に言えば今ここねこの動画の収録してないかもしれないですよね。でも例えばじゃあ喧嘩になってたとしましょう。その喧嘩の理由だって何かきっと原因があるわけですよね。そんなふうにですね、実は今起きているこの現象とか出来事とか行動っていうのは実はあまたのいろいろなこれまでのね自分に影響したつながりが混ざり合って生まれているっていう考え方になるんです。なので、ただこの瞬間に決めてるものではなくて全部つながった結果出てくる。だから極端に言えば昨日食べた夕飯が違ったら違う話を今してるかもしれません昨日食べたなんだっけな、なんかお鍋だかね、お鍋にかなんかだったかななんですけど、それを例えばお寿司とかね焼肉とか別のものを食べてたら
一見全然ね夕食と今喋ってること関係ないっていうふうに思うかもしれないですけど、この縁起の世界ではそうじゃないですね。それすらも今喋ってることに影響しているので、夕飯がもし違ったら違うことを言ってるかもしれないっていうね、こういうふうに考えていくんですね。でこう考えていくと、実はそのどこまでもね遡っていく、時間的にも遡っていく、あるいはね空間的にもねずっと広がっていくんですね。あらゆる自分の周りにあるもの、それからどんどん遠くにものを含めてね、全て自分になる、自分につながっていくってことがね、このね縁起っていう世界になります。そうするとそれをねずっとどこまでも広げていくと、自分と外側の境界線が消えてきて、つまるところ自分は世界そのものっていう考え方になってくるんですよ。だってそうですよね。全部の存在が自分に何らかの影響してるって考えると、要するに今の自分の全存在や全行動は全て影響してしまってる。そしてさらに縁起論の面白いところは、自分が今こうお伝えしていることが実は全てに波及していくっていうふうに考えるんです。またこの一言や自分の行動やこの動画がひょっとしたら再生数ゼロかもしれない、ゼロかもしれないんですよ。でも実は出たということ自体が何らかの影響を与えていくっていうのがね、このね縁起という世界のね考え方になるんですね。で、それを突き詰めていくと、先ほども言ったように世界と自分はイコール、つまり自分は世界そのものであり、世界は自分になってきてしまう。これがね仏教のねもう本当に根底の根底の考え方にあって、むしろこれがただこれをひたすら仏教は言いたくて、いろんな例え話とかいろんなものの考え方をいろんな角度から言ってるだけなんですね。だからお伝えしたいことは全ては一つだよっていうところになるんです。ちょうどね私もここにこれは森正弘先生からいただいたね大切な色紙になりますけどもねまさに一つとね森先生の直筆で書いていただきましたね。もうこれが本当に詰まるところ一つということになります。ちょっと宝物的なものでもありますよね、私のね。よいしょ。さあそれでですね、じゃあそこの一つっていうのが分かってくると、さっきのね仏性ということはね非常に理解できるんですね。例えば一つとなると、ここに何気なくね、こういうペンがねさっきもありましたけどありますよね。でこのペンも自分だってことになるんですよ。なぜなら一つだからでなぜならもうこの世の森羅万象、ね、物質も人も動物も、ね、存在するもの全てが自分とつながっている、ね、縁起だから自分の一部であるって考えたら、これも自分になってしまうので、簡単に言えばこれを大切にし始めるんですよね。自分だったらこの自分をポイってどっか捨てませんよね。あるいはベキベキって折りませんよね。それはなぜかというと、自分をね捨ててる、ポイってしてる、自分をねこうバキバキってこう傷つけてることになってしまうから。実はこの縁起の世界の考え方で、仏教のねこの一つということをですね本質的に理解すると、実は全部自分になってしまうので、全存在を大切にし始めるんですよ。だって自分だからだって自分だからね。これはね仏性っていうんです。さっき仏性っていうと何かね人に優しくするとかね、環境とか動物とかね、何か困ってる人を助けるとかね、そういうイメージは仏性ってあると思うんですよね。正しい道をね自然のね、道に即したみたいな言い方あると思うんですけど、実はこのね仏性という考え方の本質は、全部自分だから自分を大切にするのは当たり前でしょっていう話になるんですよだから別に優しくするなんていう、本来優しくするとかしないとかそういう問題じゃないですよ。だって自分を大切にしない人って誰もいないでしょ。ね、いきなり自分をこうやって殴る人いないじゃないですか。バコーって殴ったりとかね。だからそんなね自分が痛いわけですから。だから当然これも自分だとしたらね、こう大切にポケットを入れるとかね、ほったらかしにしないでちゃんとしまうみたいになるんです。当たり前なんだけどね、じゃあ自分がお気に入りの車をですね、念願の車をね買えた、ポルシェを買ったフェラーリを買った、もうめちゃめちゃ大事にしますよね。もういつも綺麗に2時間ぐらいかけてねワックスかけて磨いてね、もう埃が被んないようにシートかけてね、でもう常にね室内もね全部綺麗に拭いてって、
大事にするじゃないですか。それはもうそういう買ったね新車のね、車がですね自分の一部だからですよね。洋服だってそうですよね。こう自分の好きなお気に入りの洋服ね、高級な洋服ね、欲しかった洋服を買った時はこれも大切に着て、ね、もうシミ一つつけないぞって食事する時も気をつけてね、でまあねしまう時も綺麗にタンスにねこうピッピッとシワ伸ばしてねしまうみたいなね、そんな風に人ってのは当たり前なんですけども、自分だと思っているものは大切にする。そうするとこの全てが一つって分かった時に、全部を今のその例えばポルシェのね車だったりとかその洋服だったりするように全ての存在を大切にするので自然に仏性になるわけですね。仏性になる。じゃあさっき冒頭お伝えしたように全員が仏性を持っているとはどういうことっていう話になるんですけども、そもそもこの世界は全て、前回もお伝えしましたけど一つ、物理的にはビッグバンから始まったとしたら全部が一つだったので、ね、どの人から見たって全部一つなんですよ。だからその一つになってないものがない。ただ問題なのはその仏教で言うのはそれに気づけてるか気づけてないかっていうことになるんです。いわゆる仏性を気づけてたら大切、自分なので当たり前です。全存在は自分なので大切にするのは当たり前なんだけど、それを間違って間違ってというか気づいてない人はこれを自分と思えないからポイって捨てるあるいはなんかねこう粗末にする、あるいはもっと言ってしまう誰か他人の悪口言うとかね、世間の悪口言うとか、要するに他に対してね何か傷つけたり攻撃してしまう。でもそれは今お伝えしたようにこの世の本質は一つだから、結局何かを傷つけるっていうことは自分が傷つけられていることになってしまうんです。何かを壊すということは自分が壊される。ね、何かを粗末にするとは自分自身を粗末にしていることになる。だからそういう生き方をしているとだんだんすさんでいく。人生も考え方も気持ちもこれがねまさに仏道という世界なんですね。仏教でよくねその因果応報みたいな言葉がねありますよね。いいことすればいい行いが来る、嫌なことすれば嫌なふうになる。それね当たり前のことで、だって自分を大切にしたら自分が気持ちいいわけですよね。自分を粗末にしたら自分が傷つくわけですよ。このぐらい当たり前のことなので、実はこの仏性っていうのは当然なんだけどみんな持っているもの、自分が世界ってことね。じゃあ大切なのはこれ何かというこの人ではこの仏性をどんな人が持ってる、もちろん自分も持っていることに気づくことなんですね。気づいてしまえば一気に行動が変わるんですよ。だって自分なんだから。もう全ての道の歩いたその道だって自分だと。靴履いて歩いたその靴だって自分だと。向こうから来る人はそれも自分だと。電車に乗ったらその電車だって自分だし、つり革に乗ったらつり革だって自分だ。もう全ての存在が自分だと思ったら全部を大切にするということで生き方が全く変わってしまうんですね。そしてそれは全てを大切にし慈愛の心で、ね、困ってたものがあったら助ける。だって困ってるのは自分なんだから助ける生き方が変わってしまうんですね。で結果的にそれはどんどん世界を良くすることでしょ。だって大切にする、ね、優しくする、ね、困ってたら助けるんだから。だから世界が良くなる。世界が良くなるということは自分自身が良くなっていくことになるんです。さあそこでね、じゃあ気づけない人はちょっと辛いですよね。辛いというよりも気づかなかったら下手したら自分で自分を傷つけてることになる。よく悪口とかなんか人のことを悪く言ったりとか、いわゆるねネガティブなことをね発信する。それは結果的には自分を傷つけることになるので、おそらくその本人はどんどん辛くなっていくことになるんです。でね、仏教の世界ではそれをねちゃんとね気づいてない人に教えなきゃいけないよっていうねこの考えがあるんですね。要するに気づけてない人にそれを教えてあげる。これはもちろん慈悲の心なんて言うんですけどもね。そしてね、そういうことをする人をね、実はね、菩薩って言いますね。菩薩。菩薩って聞いたことあるでしょ。その、弥勒菩薩とかね、あるいは文殊菩薩ね、とか、漢字財菩薩とかね。よく道端にあるお地蔵さんもそうですね。地蔵菩薩なんて言いますけど、菩薩っていう意味はですね、一言で言えば仏教を修行している人ということになる。人というかね存在、仏教を修行している存在になるんですけども、よくね如来っていうものがあって、この如来ってのはねいわゆる完全なる悟りの境地に行っている状態、悟りの状態とも言いますけどもね。でこの菩薩という状態は面白くてですね、
平たく考えると仏教を修行し、如来あるいは悟りに向かっているという存在なんですけども、実はねこの仏教、さっき言ったその仏性があるということをですねなんとか伝えようとする人や存在、それは全てね菩薩なんです。菩薩。そのね仏教はねこうねのその仏性があるよってことを伝えること自体が修行でもあるし、自分自身がねその菩薩というのはですねまだそれ気づいてない人と一緒にね気づきましょうっていうねそういう活動をする存在なんですね。ちょっと森正弘先生の言葉をね説明をちょっとお借りしますけども、菩薩とは仏道を歩みながら人の苦しみを抜き去ったり助けたり、一緒に仏道を歩もうと誘ったりしてその人を悟りに導くように尽くす人のことを言うと、仏の候補者とも言ってもよいっていうふうに書いてありますね。なので要するにもうこういう世界があるよと、仏性という世界、そして世界が一つだということの本質性があるよ、そっちにちょっと気づいてみないかいっていうですねこう誘って一緒にねこう導く、そういうね、菩薩っていうふうに言うんです。なので例えばね極端に私はこうやってこう YouTube 上で言ってる以上ですね、私自身も菩薩と言っても、別に全然問題ないんですよ。またこのね動画を見てこの仏教世界をね興味持った人がまた誰かにお伝えしていただいたら、その人も菩薩なんです。別に偉くないとかそういう位とかの話じゃなくて、そういう活動してるものをね菩薩だから、ある意味お地蔵さんね、この道端にあるお地蔵さんっていうのはああいうね地蔵菩薩というのは道のね歩いてる中でねそういう存在をね教えてくれるっていうね、そういう非常に大切なそういうものを昔の人は知恵としてね作ったんでしょうね。というわけでですね、実はその自分が気づいていようとも気づいてなくとも、仏性っていうのはそもそも物理的に言ったってビッグバンから始まった、あるいは量子力学的には全ては素粒子の存在、素粒子というかひょっとしたらエネルギーの振動だけでできていると考えれば全部つながっている、波にすら過ぎないっていう考え方をすればもう全部一つなので、そういったところはね仏性っていうのは当然あるっていうことになります。というわけでね全ての人は一切衆生質仏性ってね全ての存在を持ってるし、で同時にね持ってるがゆえにですね、自称清浄心といってね自分自身をこうですねある種の清める力を必ず兼ね備えているっていうふうにも言っているんです。さっき言ったように自分自身がこれだったらこれに気づけばこれを大切にする、だって自分だからっていうね自分を大切にしない人はいないね、それに気づけばということで、仏性を持つということはあまたのものをね大切にするこの自称清浄心ということがね、出てくるよってことになります。さあそこでですねちょっとね仏性についてちょっと丁寧にねお話ししたんですけども、このね森正弘先生はねこのね仏性をまさに自ら引きずり出すことこそがこの仏教のね長い歴史の中で伝えてきたね内容だって、それこそね修行法って言ってるんですね。さっき最初お伝えしたようにこの仏教の本質っていうのはすごくシンプルなもので、全ては一つにつながっているっていう、たったそれだけなんですよ、極端に言えば。ただそれを本当の意味で身体的に理解するためにある種のその自分自身が仏性という体験理解をしてですね、そういう身体にならなくてはいけない。このね身体になるためにですね膨大な量の教えとかお経とかを修行法を編み出してるんですね。でねその本来の修行法、このタイトルにある六波羅蜜なんですけど、その行く前にですねちょっと森先生のまた活動なんですけど、森正弘先生は当然工学者ロボット工学の東工大のね、ずっと教授でありましたし、もちろんこの仏教のね専門家でもあるんですけども、この教育の面においてもものすごく尽力された方で、大学生はもちろんですけどもね小学生も中学生も高校生もですねいわゆるね年齢に関係なくね本当にもう全ての段階においてですね教育に尽力された。でねじゃあその教育の真の目的は何かっていうところをね森先生はね、おっしゃってるんですけど、これこそがですね子どもたち一人一人の仏性を引きずり出すこと、仏性に気づかせることにある
って言ってるんですね。よく教育の目的っていうと、今は特にねこのね教育イコールお勉強みたいなイメージが非常に強くなっちゃったので、それこそね小学1年生もっと言えば幼稚園生保育園生段階からですね、なんかお勉強将来のためにお勉強みたいになっちゃって、教育イコール勉強みたいな、ね、時代になっちゃったんですけどね、本来教育ってそうじゃないんですよね。いわゆる対人、大人と書いて対人ね、大きな心を持ったね、広い視野を持った人間を育てるってことは本来なんですけど、ただこの教育の世界は本当に現代はねもう本当に廃れてしまってですね、いわゆる日本教育学会とかそういう学会レベルでもね話してることは全部お勉強の話ばっかり。もっと一番ね役に立つか立たないかみたいなことでね、どんどんね人間がね本来育つという意味のね教育から離れてしまってるんですけど、森先生はまさにね教育の本質はこの物証を子どもたちの中に見出すことだって言ってるんですね。で森村先生はそのね例えばロボットを作る、ね、ロボコンでね子どもたちが手作りのロボットを作ることを通してねそういうことをね見出すっていう活動をねずっとされてたんですけども、物証をね引きずり出された子どもたちっていうのはねもう目の色が変わるんですよ。イメージしてください。簡単には目がキラキラしてくる。今まで魚の目のようにやる気のなかった子も物証を引きずり出して、その子ども自身が自分の中にそういう物証に気づいた時にですね、何か強烈なエネルギーがですねみなぎって目がキラキラしていろんなことに興味を持ち始めて、主体的に自分でこれやろうこれ頑張ろうっていう、ね、努力をね自分から湧き出る気持ちでやるんですね。と同時に周りに対してもですねすごくね友好的であり協力的でありね、一緒にやろうよってね周りの子友達ともね誘いながらですねクリエイティブでエネルギッシュに生きる。どうですかね皆さん、教育っていうもののその目的を聞いてですね、多分そういうことこそが本来の教育だと思いませんか？一言で言えば子どもたちの目を輝かせるってことねそれがね現代の言葉ではですねマッチする言葉があまりないんですよね。そのキラキラさせるとかすごく抽象的になってしまうんですけどね、私はねもうちょっとその辺をね現代の教育学ってどっかもう行き詰まってるところでその一歩先に行きたいところがあってるんですけども、まさにそれをね私のその目指す一つがこの森先生のおっしゃるんで、子どもたちから物証をね引きずり出す、あるいは物証に気づかせるっていうことこそがねこの教育の核心だとね思ってるんですよね。さあそんなことでですねじゃあいよいよですね後半といいますかね、この具体的な修行法のところに行きたいと思います。六波羅蜜というねお話になるんですけど、まずこの六波羅蜜に行く前にですね、人間って思考の癖があるんですね。同じ日々ね実は人間で癖っていうのがあるでしょ。同じことをやってるとやっぱりそれは癖になるわけですよね。もちろんそれは職業病とも言えますし、ね、同じルーティンをやってるとですねもうそれを考えなくてもねやることになりますよね。ある種の癖です。でそれはいい癖もあれば悪い癖もある。例えば毎朝ねラジオ体操するっていうねこう習慣になっている人はもうね何も考えなくてもね非常にラジオ体操は朝起きてやるとかね、なんかランニングでもいいですしね、そういうのは習慣化すれば癖になっちゃいますよね。逆に何かなんだろうね、悪いことも癖になっちゃったりする場合もあるわけですよ。ね、なんか嫌なこと考えちゃっても癖になりますし、ね、よくなんか万引きみたいなのであれもね半分は癖だなんてねよく言いますよね。人間って恐ろしいことに同じことを繰り返しているとですねそれ習慣化してですね自分がしたいとかしたくないとか関係なくねしてきちゃうんですよねさあそこでですね実はねこのね仏教のねこのね世界、特にこの仏性をね引きずり出すってこの、ね、癖をねうまく利用するんです。考え方も実は癖になって、いいことを考えていればいいことを考える、ポジティブに考えることは癖になっていくんですよ。体の癖っていうのは皆さんねいっぱい理解できる、ほとんどの人は理解できると思うんですけど、実は考え方もですね癖になるんです。だから気をつけなきゃいけませんよ。嫌なことを考えることばっかりしてるとですね嫌なことしか考えなくなります。癖なんですよ。例えばなんか新聞読んでね、あるいはニュース見てね、なんかもういつもカッカカッカしてるとニュース見るとカッカするという癖になってしまいます逆にそういうニュースの中でも何か希望や楽しいことを見つけるっていうふうに癖づけると、逆にねそういうなんか一見ネガティブなニュースの中にもでも何らかの希望をね見出すようになってくる。これね考え方もねすごい癖なんですよね。癖。さあそこでちょっと修行法の話なんですけど、もういわゆる仏性がね自分自身が気づいて、つまりその全ては一つだということを身体的にも気づいて、ね、いわゆる仏性を引きずり出された人はいいんですけど、まだ出てない人、出てないけどなんとなく気づいている人、
極端にはこういうね仏教の話を聞いてそうなんだともう思えた人、そういう人はもうね入り口に立ってますので、修行すれば必ず引きずり出されるんですね。で、そういう人がですねまだ仏性、つまり一つにはなってないんだけども引きずり出すためにはですね、このね仏性の世界をね日常的に癖づけてしまうんですね。癖づけてしまうとそれはねどんどんね湧き出てくるんです。癖というのはね習慣化すると、脳っていうのは面白いことにトランス状態っていう言い方もあるんですけどもね、繰り返すとそれがねオートマチックにねなってくるんですよね。でまさに仏性の方向に行くようにそういうね活動やね、癖づけていくね、という活動があります。これはね六波羅蜜っていうんですよ。六波羅蜜というのはね、この波羅蜜ってのは修行って意味です。昔のサンスクリット語かな、インドの方の言葉はね、ハラミツのねパーラミターとかな、発音がちょっと私下手ですけどね、パーラミターとかねパラミターとかね、6だから6個あるんですよ。6個の修行法でね、それがね面白いんですよ。面白いというかね素晴らしいんですよね。ちょっとね本があります。よいしょ、これも森正弘先生のね、これ大変おすすめします。これも森先生の本です。よいしょ。ですね、今を生きていく力、六波羅蜜っていうんですね。六波羅蜜はもう修行法のもう A to Z ね、ですね。と同時にこのね本もねまさに今お伝えしている革新が書いてあるんでね、是非ね興味ある方は買って読んでいただきたいんですけど、さあこの六波羅蜜の6個は何かっていうのをねちょっとお伝えしますね。これはね6つあってですね、1つ目がね伏せ、お布施ですね。伏せ。伏せというのはですね奉仕することですね。一言で言えば奉仕するってことね。2つ目は自戒と言いますね。自戒ってのは自分をねコントロールすること、制御することですね。我慢するという言い方もありますけどね。3つ目がね、忍肉とも言いますけど、忍耐ですね。要するに耐えるとかね、忍耐強いなんていうね忍耐。4つ目がですね精進。精進っていうのは精進する、何々精進するなんて言いますけどね、我を忘れて一生懸命行うことね、一生懸命行うこと。で5つ目がですねこれ禅定と言いますね。禅が定まるとかで禅定、これね心をね、落ち着かせること、静かにする、いわゆる禅に入ることですね。で6つ目がですね、知恵っていうんですね。知恵っていうのは開眼することになるんですけどもね、このね6つをですね、六波羅蜜という修行法になります。でね実はこのね今お伝えしたね6つをですね、日頃から簡単に言えばそれを頭にね置いておいて日々実践するっていうことなんです。どんな小さなことでもいいから当たり前に、例えばねお布施って言っても別に例えばお金をあげなくてもいいんですよ。例えば電車に乗ってね、困ったというかちょっと高齢の方が乗ってきたらね席譲る、これも立派なお布施になりますね。例えば自戒、自戒、何かね、こうしたいとかね、何かあってもちょっと一回我慢してみるとかね、辛いことがあっても一回ね我慢するね、要するに自分をコントロールすることね。あるいはね精進とかね、何かこう自分の何か今日このねちょっとしたことでいいからねちょっとこれ一生懸命やってみようとかね、例えばね何か勉強しようと思ったらね5分でもいいから例えば英単語1個でもいいから覚えようみたいな何でもいいです。こういうことをね本当にかけらのようなものでもいいからちょっとずつやるんですね。禅定だったらちょっと心を落ち着かせようね、もうそれも5分でいいから。何が大切かっていうとさっきも言ったように思考の癖を利用するんですね。何度も言うとさっき繰り返しやってると癖になっていっちゃうんですよ。面白いんですよね。それをやらないと気が済まなくなるんです。私もね実はねこの六波羅をね実践する時にですねなんか1個決めるんですよ。もうとにかくね1日1個最低1個ねゴミ拾おうとか思うのね。そうそうね本当にねゴミなんかいくらでも落ちてるんですよ。特にね駅とかね電車の中とかね物本当にあるんですけどねそれねこう取る、最初はねなんか勇気が必要なんですよね。なんか恥ずかしいなってのもあるし、なんかいざ落ちてるゴミを拾うっていうのはね抵抗があるんですね。でもねそれをね1日1個でもいいからちょっとやってみようって思うとですねだんだんね
それはね癖づいて逆にね、ゴミ落ちてるな、でもちょっと離れてるな、遠いな、でもなんか取らないと気が済まないなみたいな、そんな気持ちがね出てくるんで面白いんですよね。あるいはね、なんか急いで行かなきゃいけない時ありますよね。でもね、ゴミ見つけちゃう時があるんですよ。見つけちゃった。でも今急いでんだよなとか言いながら、でも取らないと気が済まなくなるみたいな。面白いね、癖づいてくるのね、そうやってね。で、そうなってくるとね、面白いものにね、なんかその行動がそういうふうに勝手になってくる。さあ、そうなってくるとね、これ何が面白いかというとね、ある種ね、そのトランス状態って言って、トランス状態って何かっていうと、これまでの考えが書き換わるってことになるんですね。例えばこの仏性とか、あるいはね、仏教的な考えが今までなかったとして、ね、こんな話を聞いてもそんなわけないじゃんとかね、そんなうまく世の中都合よくないよって思ってたとする。でもね、そういうものがね、実はそういう癖をね、どんどんやっていくことでね、ある種ね、トランス状態になる。トランス状態になると、コンピューターで言えば、ある種の上書きといいますか、これまでのデータをね、書き換えることができるんですね。普通人間の脳ってね、そう簡単に書き換えられないようになってるんですよ。自分自身でさえも。それはね、やっぱり簡単に考え方をね、変えちゃうとね、これまで培った経験とかね、そういうものがね、ある種またフラットになっちゃうって思っちゃうからなんですね。でもやっぱり書き換えないと成長しない。でね、その書き換えるためには、ある種そういうね、トランス状態、癖の世界でトランス状態になる。スポーツ選手とかだったら徹底的に練習して、もう自分がね、もうまさに精進ですよね。徹底的に精進して、自分がトランス状態になる。その時に何か新しいね、スポーツのプレーのね、自分の考え方バッと変わったり、あるいは身体的なね、気づきがあるんですよ。これこうなんじゃないとか、こうすればもっと強いシュート打てるねとかね、そういうふうになったりする。つまり実は人間の成長って何かを知ったからできるんじゃなくて、ずっと癖づけて飽和した時にバッとなんか次のステージに行くんですね。つまり脳が書き換わる。同じように仏教の修行も実は何をやってるかっていうと、これまでの自分のある種のまだまだ未熟だったりね、煩悩にまみれてる自分を書き換えるために、こういうね、伏せとか自戒とかね、忍耐とか精進とか、そういったですね、修行をですね、日常的にちょっとでもいいから癖づけていくんです。そうするとね、だんだんそれは飽和してきて、ある時にバッと変わる。だから要するにお坊さんね、お寺とかのね、修行されてるお坊さんたちはやっぱりこう日常的にやってるんですよ。いわゆる例えば掃除するってことも実は修行なんですね。掃除することだって精進だし、ね、それからいろんなことでね、食事を節制するね、自戒、ね、耐えるとかね、我慢するとかね、自分をコントロールするね、食べ過ぎないとかね、こういうことをやってるうちに飽和してきて、考え方が変わる。その時にね、気づくんですよ。だんだんゴミをさっき拾ってたって言いますけど、ゴミを拾うってことは、実は自分をきれいにしてるってことに気づき始めるんです。最初はゴミですよ。だからなんか汚いゴミ拾いたくないなって。でもゴミをちゃんと拾った一日のノルマでもいいです。拾った日はやっぱり気持ちいいんですよ、自分自身が。今日もなんかいいことしたぞ。ね、徳を積んだぞでもいいです。特にね、もう駅のトイレとか最近ゴミ多くてね、本当にもうね、こんなビールの缶こんな5、6本持ってね、トイレから出てきたこともありますけども、しかも中に入っててね、蛇口の水道のところで捨ててね、持ってきて、これ捨てたこともある。でもね、大変なんだけど、やった後は気持ちいい。そしてなんで気持ちいいんだろうって思い始める、考える。そうするとね、結局ね、さっきの一つにつながってきちゃうんです。つまり自分が気持ちよくなるんですよ。気持ちよくなるのはなぜかというと、全部自分だから。トイレの汚れ、駅のトイレの汚れすら実は自分だって気づき始める。落ちてるゴミも。だから自分をきれいにしたら自分が気持ちよくなるのは当たり前ですよね。逆に汚したら自分汚れてるのは一緒だから。でもそれいきなりそうは分かんないんだけど、普段からそういうことをやってるうちに、そういうふうに考えが書き換わってそう思えてくる。そしてそれが本当だってことに気づき始めるんですよ。それはね、仏性がね、出てくるってことになりますね。そこまで言ってしまえばもう閉めたもので、もうね、こういうね、やればやるほどどこまでも行く。どこまでも行って、なんだ、あれもこれも全部自分じゃないか。だったら今ここで我慢した方が結果的に自分が良くなるなとか、なんだこれ自分じゃないか。だったらもっと一生懸命やろうとか。人のことだと思ったら自分のことだ、じゃあもっともっと精進しようとかね。いろいろなんかこれで騒いじゃってるけど、よく考えたらこれ自分の問題だ、じゃあもっと静かにしよう、禅情にしようとかね。こうやっていろんな場面を全部自分だと見えてくる。癖づいてくるから。そうすると本当に世界が自分とイコール、つまり世界は自分なんだ。
自分っていうのは世界であり世界が自分なんだっていうふうにいわゆるその仏教的な悟りのところにどんどんね解けていくってことになるんですね。これがね六波羅蜜のすごいところだから、変なしこの六波羅蜜で難しい言葉言ってるんだけど、一つのこといいことを俗に言えばもう徳を積むでいいですよね。今の言い方で言えばね、徳を積んでると自然にそこに気づき始めてくる。結果的に全部自分だっていうことに一つに気づき始めるんですね。それで、最終的にはですね、本当の意味のその前回の4回まで言った意味のもう全ては全てとつながっているその縁起の世界を理屈ではなくて、冒頭に言ったように理屈ではなくて自転車を乗りこなすように本当に体の中で体験することになる。まさに仏教を乗りこなす。仏教を乗りこなすって言い方はどうなんだろうな、ちょっと例えが表現がいいのか分からないけど、要するに仏教の表現し伝えてることを身体で理解するっていうことになる。それがねこのね実は六波羅のね六波羅蜜の最後の一つの知恵っていうところなんですね。ちょっと最初に説明しなかったんですけど、この六波羅蜜の6つは全部ねまさにサイコロのねこの6面体のねそれぞれの一面を背負うようなね全てがねお互いを補完するようなね形になってるんです。どうかサイコロがあるんですよ実は。ちょっと待って3D プリンターで作ったサイコロ授業でちょっと使ったのであれなんですけど、ちょっとねこんな例えるのはねこういう6面体があって、この6面体のそれぞれが六波羅のね六波羅蜜のねそれぞれねここがね精進とかね禅定とかね、忍耐とかこういうふうになってこういう構造になってるんですけど、ただね最後の知恵っていうのだけがねちょっと特殊で、残りの5つをある種こう高めていくと最後のねこの知恵の扉っていうのが開くっていうふうにねこの六波羅蜜を考えてる。この知恵こそがさっき言ったように全てをこう一つとして自分と世界は全部一つ溶け込んでるっていうことを体感として味わえる、なんていうのかな、能力というとまたこれはおかしくなことで2つに分かれちゃうんですね。こっから先がもう仏教では表現不能になるんですけど、森先生の言葉をお借りすると目を開くことって書いてありますね、知恵はね。つまりそこから先は自分も世界も一つなので、自分がこう思うって言い方はもうできなくなるんですね。つまりそれは自と他の境目を作っちゃうから。だからこの知恵の世界、悟りの世界にいる人はもう言葉は言えなくなる。主体とこの客観、主と客観がなくなるんですよね、境目がねなので言葉も言えなくなってしまうんですけども、ただその一つになった状態をそのままを見ること、つまり開眼することで森先生は表現してますよね。でここに至るということになります。さあというわけでですね、ちょっとこの六波羅蜜、つまり具体的な修行法をねお伝えしたんですけども、いかがでしたかね。だいぶ長くなってきたのでこの辺でちょっとね今日はまとめたいと思いますけども、つまりその仏教の本質はこの第4回まででお伝えしたように全ては一つであって境目がゼロ。ねそれを分けようとすると二見に出すといってね煩悩が生まれて自分が苦に陥ってしまうよ、苦しくなるよって話をねしてその理論の話だったんですけども、今日はねそれをね本当の意味で自転車に乗るかのごとく身体で体感するその方法をねちょっとねお話しさせていただきました。この六波羅蜜というね、基本的なこのね日常の中でね、行うこと、つまり世界が自分だと思って、これ一本が自分だと思ってね、落ちてるゴミが自分だと思って、自分が落ちてる、さあ自分はどうする、自分が困ってる、自分はどうするっていうね、そういうことを1日24時間のうちに5分でもいいから最初はねちょっと思うようにしてください。そしてもしできたらそこに対して何らかの行動をする。それがもうまさに仏教修行なんです。別に仏門に入らなくてもね、仏教徒になんなくても、もうそれ自体がもう修行であり、そして前回かなも言った通り、仏教っていうのは一見仏教という宗教的な言葉を使ってますけど、科学の真理そのものなので、別にその仏教の言葉を使わなくてもいいんです。世界は自分だと思ったら自分のためにいいことしてる、自分を可愛がるのは当たり前、そのうち全部自分だということに本当に気づき始める。そしてそれが実感を伴って味わうことができるよ、それが知恵だよっていうね話をしております。はい、というところで今日はね
ボリュームがちょっと私もなんかこう話しすぎたかもしれませんけども、この辺りにしていきたいと思っております。今日はですね、仏性、そしてね、そのための具体的な修行法のね、六波羅蜜のお話をさせていただきました。ぜひね、また参考にしていただければいいと思います。またね、次回第6回でね、また修行の話をね、少し続けていきたいと思いますので、そちらもよければ、聞いていただければと思います。はい、ではまたね、次回の動画でお会いいたしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。